はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、いつかは欲しいアメ車なんですが、おそらくこれまでこのチャンネルに出てきたアメ車の中で最大クラス、こちらフォードの F350 スーパーデューティー、こちらを紹介します。はい、こちらですね、1999年モデルのフォード F350 スーパーデューティー XLT、 熊本のインポートカーグローバルさんの在庫車両になります。でこの車両中古並行輸入車なんですが、ただの中古並行輸入車ではなくて、グローバルさんがユーザーさんの注文でアメリカで中古車を見つけて、でアメリカでですねカスタムをして日本に持ってきた車両で、実走行証明ついた、来歴のはっきりした車両になります。はい、でこの車両も何といってもボディサイズ大きいです。大柄なアメ車を見慣れてるはずの筆者が見ても、うわでかいなと思うぐらい大きいです。でこれですね、全長6543ミリで全幅2426ミリ、これですね、同じ F350 でも標準ボディであれば2メーターちょっとなんですが、デューリーリアがダブルのタイヤになってますんで、車幅がすごく広いです。はい、で最後全高2078ミリ、2メーター超えてますんで結構高いはずなんですが、なんせ長くて幅広なんでそんなに高く見えないのがすごいですね。はい、この F350 スーパーデューティー、どのぐらい大きいかというとですね、ちょうど横にサバ版、オーバーフェンダーをつけたサバ版が置いてあるんですが、このアメ車を代表するフルサイズ SUV であるサバー版と並べて、サバー版がちょっとちっちゃく見えるぐらい大きいです。でこれサバ版の方が少し後ろに置いてはあるんですが、これをですねサバ版ここで終わりなんですが、スーパーデューティーまだまだあります。でとにかく長くて、でなおかつ幅が広い、これはですね大きいアメ車見慣れてる筆者が見てもやっぱりでっかいですね。はい、でこの車両平成21年の2月に日本初年度登録輸入されてるんですが、それ以前平成19年ぐらいにお客さんから相談を受けて、車探しからカスタムまでアメリカで約2年かかったそうです。で車両全体にかなり手が入ってますんで、1個ずつ見ていきたいと思います。はい、でこのフロントマスク、これですね後期型のフロントマスクです。でなんでこの前期モデル1999年スーパーデューティーの初年度モデルなんですが、フロントマスクが後期モデルにフェイスリフト、顔が交換されてます。でこれですね、日本に平成21年もう10年以上前に来てるんですが、フロントマスクすごい綺麗です。もう新品同様そんな感じですね。はい、でホイールすごい綺麗なホイールに交換してあります。アメリカンフォースで 19.5 インチ、普通の乗用車とかではないサイズですね。フロントタイヤのサイズは225の70の R19.5、225ですからそんな細くはないはずなんですが、この車につけるとこのフロントタイヤめちゃめちゃ細く見えます。はい、でこの車、最大の特徴の一つ、このデューリーダブルのタイヤ、このオーバーフェンダーなんですが、左右合わせて40センチぐらい標準ボディから外に出ています。はい、でリアのホイールもアメリカンフォースで、このホイールがですね素晴らしく綺麗です。とても10年以上前に日本に来た車とは思えないぐらい綺麗
でこれですね、タイヤはダブル二重になってます。でリアのタイヤはもう225の70の R19.5、 フロントと同サイズなんですが、それが二重でダブルで入ってる。で225が2つ、つまり450ですね。でこれだけのデューリー、このタイヤがついててもそれがですね違和感ないぐらいやっぱこの車大きいんで、やっぱすごいですね。はい、でこの車両、パワーサイドステップ、電動式のサイドステップがついてます。でちょっと開けてみてください。はい、ドアを開けると自動でサイドステップが出てきます。でこのサイドステップなんですが、これ結構高いサイドステップだそうです。でこれなんですが、ドア閉めると自動で上がります。じゃあちょっとドアを閉めてみちゃってください。はい、で動きもすごいスムーズですね。はい、でさらにですね、この巨大なサイドミラー、ものすごい大きいサイドミラー、これですね、電動格納式で上下に分かれてるんですが、これですね、車内で左右ともにパワーで調整可能になってます。はい、でこのサイドミラーすごい巨大なんで、出したままだとやっぱ邪魔になります。でこれはですね、車内のスイッチで電動で、開閉可能。これはですね、純正ではなくてカスタム後付けのパーツになります。はい、であとですね、あまりに自然についてるんで最初気がつかなかったんですが、考えてみれば F350 ピックアップトラックです。でこれリアはですね、スナッグトップの FRP トップで、これもですね社外品で、ただですね色も合ってますし、すごい自然についてるんで、パッと見はですね社外品とは分かりません。はい、でこちらマフラー、右のリアタイヤの後ろから出てるんですが、これがですねすごい綺麗でまた大きいです。でこのマフラーはバンクスポーツで、これですね、ディーゼルエンジン、ディーゼルターボなんですが、結構迫力のある音がします。はい、であとですね、このフロントマスク、このフロントノーズのこのバグガード、クロムメッキのこのバグガード、これもですね多分社外品だと思います。はい、で結構ですね外装手が入ってるんですが、なんかですねあんま派手じゃないというか、すごい仕上がりがよくって、メーカーの純正の上級モデル、そんな感じの雰囲気で、このカスタムはですねすごいセンスがいいと思います。はい、こちらエンジンはですね 7.3 リッターの V816 バルブターボディーゼル 7300cc です。はい、でこの 7.3 リッターのターボディーゼル、ノーマルのエンジンスペックは235馬力678ニュートンメーター、7300cc もあって235馬力、かなり控えめなんですが、最大トルクは678ニュートンメーター、結構パワフルです。でしかもですね、この車両エンジンも少しチューニングしてあって、タービン交換、バンクスタービンというのが装着されてて、エンジン出力が15から 20% アップしているそうです。でエアクリーナーなんかも交換してありますね。でバッテリーオプティマが左右についてますね。はい、こちら内装インテリア、内装もですね結構カスタムドレスアップが施されてます。でこの F350 スーパーデューティーピックアップトラックなんですが、内装がですね結構豪華ですね。ちょっとですね突然晴れ出してハイライトきついんですが、このドアパネルのここカーボンのパネルなんですが、これはですね多分社外品ですね。はい、でシートはですねレザーのツートーンで、このシートもですねピックアップトラックとは思えないぐらい豪華ですね。
はい、でこの車両まだオーナーさんから引き取ってきたばっかりっていうことで一部オーナーさんの私物があるんですが、このレザーシート1999年モデルとは思えないぐらい綺麗ですね。でこの F350 スーパーデューティーの刺繍とかもすごいいい状態で、張り替えたんじゃないかっていうぐらい綺麗なんですが、これはですね輸入してきた当時のままだそうです。はい、で足元も綺麗、フットペダル、アクセル、ブレーキ、サイドブレーキのペダルビレット製に交換してあるんですが、これも綺麗ですし、フロアマット二重に敷いてあるっていうのもあって、フロアもですねすごくいい状態を保ってます。はい、セカンドシート、ベンチシートで3人掛け可能なベンチシートなんですが、この後部座席セカンドシート新品同様です。でほとんど使用感ありません。で真ん中の清浄機のクッションは多分前オーナーさんの私物ですね。はい、でセカンドシート十分に広いし、このシートも肉厚で座り心地よさそうなんですが、このキャビンの広さ自体はこのボディサイズからするとそんなに巨大っていうことはありません。普通の F150 とかとそれほど大差ないイメージですね。はい、この車両サンルーフ装備してます。でこのですね天井の内張りとかもすごい綺麗。これ1999年モデルとは思えないですね。はい、こちらインパネ、もちろん綺麗なんですが、デザイン的にはですねすごいシンプルで、あれだけ大きな外観、見た目と違って内装のデザインは割と普通ですね。はい、でこちらハンドル、ステアリングなんですが、カーボンとレザーのコンビネーション、これはおそらくですねノーマルを、改造カスタムしてるんだと思います。はい、今運転席ドライバーズシートに座ってるんですが、やっぱりこの車綺麗ですね。でただですね、これ前を見て普通に運転する限りはとても6メーター50、幅2メーター40超えるような大柄な車っていう感じではないですね。割と普通です。はい、A ピラーのところに追加メーター、3連メーターが装備されてます。スポーツカーとかではたまにいますけど、ピックアップトラックでこれは珍しいですね。はい、こちらのですねゲージ、これも追加で装備されているアフターのメーターだと思います。淡いグリーンで輝いて、これ綺麗ですね。はい、ナビゲーション、カロッツェリアのナビゲーション、これは日本に来てから装着したものだと思います。でこのカーボンのパネルで、カーボンパネルにこのナビの周りとかはこれカーボンシート貼ってると思うんですが、すごい綺麗にこの辺メーターパネルの周りドレスアップしてありますね。はい、トランスミッションはですねコラム式の 4AT で、このコラムのシフトノブなんですがすごい小ぶりで、この辺はですね F150 とかと基本変わらないですね。はい、こちら走行距離16万364、これマイルですよね。ちょっと聞いてきます。はい、お店の方に確認しましたところ、これやっぱ実走行、この車両ですね日本に来た当時約7万7000マイルだったんですが、オーナーさんが1人でその後この16万マイルまで走ったそうです。キロに直すと25万6000キロぐらいですかね。でこのオーナーさん、九州から東京往復だったりとか、休みの日ロングドライブだったりとか、高速道路を使って結構遠出してたそうです。この大柄なボディで、1人で8万マイルぐらいですかね走るってすごいですね。はい、それではエンジンかけてみます。エンジンはもう普通にキーですね。はい、エンジンあっさりかかります。でもう音、振動、いかにもディーゼルエンジンという感じ、トラック的ですね。
で今ですねサービスエンジン数がついてるんですが、これはですね、納車までには消してくれるそうです。でもうすでに純正スキャンツールにかけて原因は分かってるそうです。でじゃあちょっとですねエンジン空吹かしてみます。はい、じゃあちょっとエンジン空吹かしてみます。はい、すごい綺麗回りますね。ただですね、これタコメーターのスケールがすごいですね。3000回転ちょっとからレッドになってます。はい、でこれさっきですねお店の人に確認したところ、最高出力の発生回転数が2600回転で、最大トルクの発生回転数は1600回転だそうです。まあ大排気量ディーゼルで普通の乗用車のガソリンと違うのは当然なんですが、この低回転で最高出力最大トルク発揮する、もう全然回さずに走れる。でこれやっぱりですね独特ですね。はい、それではですねベッドというか、この車両の場合はラゲージ、カーゴルームみたいになってるんですけど、ちょっと荷台を見てみます。でこのですね FRP トップはよいしょ、まずはですねここのガラスハッチの部分を最初に開けます。で次にですねこのリアゲートの部分、こちらを開けるんですが、これですね一気にバタンと倒れません。ゆっくり倒れます。はい、これいいですね。はい、でこのスナグトップの FRP トップ、これ中にいろいろ積んでありますね。キャンピングキットみたいな、チェアだったりとかテーブルだったりとか、コールマンのいろんな道具が積んであるんですが、これおそらく前オーナーさんの私物ですね。で絨毯というかカーペットが敷いてあるんですが、すごい綺麗で、日本でピックアップトラックのベッドは、やっぱりいろいろ使い勝手が悪いんで、こうやって FRP のトップをつけておくと広大な SUV のラゲッジみたいな感じで使えますんで、すごい便利です。でとにかく大きい、これロングベッドですんで、荷物いくらでも積めますね。で大人が 2,3 人楽に横になって寝れます。これはすごいいいですね。でこの間タコマか何かの時にもこのキャンピングシェル、紹介したんですが、これですね本当に作りがよくって、もちろん取り外しも可能なんですが、やっぱりですねピックアップトラック、高温体質で雨多くて雪も降る日本で乗る場合には、これやっぱこのハードシェルというかこの、FRP トップがあるとやっぱり便利ですね。はい、こちら1999年型フォード F350XLT スーパーデューティー、車両本体価格480万円。これですね20世紀20年以上前の1999年モデルで走行距離もそこそこいってます。でそう考えるとですね480万円っていう車両本体価格は決して安くはないんですが、もうとにかくこの車両めちゃめちゃ綺麗です。で聞くところによると、これをオーダーした初代オーナーさん、国内ワンオーナーなんですが、
この車を保管するためだけに専用のカーポートを作ったそうです。でそこでずっと保管してあったんで、もう塗装とかもすごい綺麗、とても99年モデルとは思えません。でフロントマスク、制作時に後期マスクに変えてるっていうこともあって、これを見てですね、20年以上前の中古車と思う人はまずいないと思います。で外装内装でエンジン、すごいカスタムにお金かかってますし、でもかっこいいのは間違いないです。でただですね、もうサイズがサイズ、このサイズだと東京とか大阪とか都市部で乗るのはかなり難しいと思います。で駐車スペース、駐車場問題もありますし、ぶっちゃけこの車、北海道とか九州とか広さに余裕のあるところ、ある程度田舎に住んでる人におすすめですね。でディーゼル、排ガス、ノックスの問題とかもありますんで、これに関してはですね、興味のある人はぜひお店の方に問い合わせてみてください。はい。